皆さんこんにちは。フッティモンキーレンチの時間です。今回はピックウィップについて紹介します。ヌルを使って親子関係を結ぶ際に使用した渦巻きアイコンです。ピックウィップを使うことでプロパティ同士を紐付けることができます。複数のサイズを連動させたり、サイズと不透明度など異なるプロパティ同士でも連動させることができます。使う場面は限られますが、覚えておいて損はない機能です。では早速行ってみましょう。2つの円形を用意しました。レイヤーを展開してサイズの項目を表示させましょう。シェイプレイヤーは項目が多く、目的のプロパティまでたどり着くのが少し手間ですが、レイヤーの上にある検索ボックスを利用するとアクセスが簡単になります。目的のプロパティを表示させたいレイヤーを選択しておきます。検索する場所にサイズと入力します。この検索へアクセスするショートカットはコントロール F です。他にも虫眼鏡アイコンからは履歴やプロパティなどを選ぶことができます。これで複数のレイヤーのプロパティに簡単にアクセスすることができます。面倒だと感じたときは活用してみてください。左側にある円形1のサイズを変更してみます。当然ですが、サイズを調整した円形だけが変化します。では、円形1のサイズの動きに合わせて、円形2も変化するように設定してみましょう。円形2のサイズの右側にあるプロパティピックウィップを掴んで、継承元となる円形1のサイズへドラッグします。円形1のサイズを変更してみましょう。これで円形1のサイズと円形2のサイズが連動するようになりました。このようにプロパティ同士を連動させることができ、同じ動きで問題ない場合は、一つのレイヤーに対して動きをつけるだけで良くなります。では他にも例を見てみましょう。レイヤーの塗りと線の色を連動させたいと思います。塗るを作成します。名前をコントロールとしておきます。塗るは主に親子関係を作るときに使用されますが、他にもプロパティを管理するコントローラーの役割としても使用できます。塗るを選択してエフェクトのカラー制御を適用しましょう。適用できたらカラー制御を複製します。それぞれ名前を変更しておきましょう。エフェクトを選択してエンターキーで名前の変更が可能です。塗りと線としておきます。円形のレイヤーを2つ選択して検索ボックスでカラーを選ぶか入力します。塗りと線のプロパティピックウィップを塗るに適用したカラー制御に紐付けましょう。ピックウィップのドラッグはエフェクトコントロールパネルではなくても塗るレイヤーを展開してその中にあるエフェクトに対してでも行うことができます。ドラッグする距離も近くなるのでおすすめです。これで塗るに適用されているエフェクトの色を変更することで2つの円形の塗りと線のカラーを変更することができるようになりました。他にもサイズや線幅も同じように塗ると紐付けることが可能です。線幅で試してみましょう。線幅など単一のパラメーターで制御するときは、また違うエフェクトを使用します。塗るを選択してエフェクトのスライダー制御を適用します。円形のレイヤーを選択して検索ボックスから線幅を選択するか入力しましょう。線幅を塗るに適用したスライダー制御に紐付けます。これで線幅の調整もエフェクトからコントロールできるようになりました。ちなみに、異なるプロパティ同士をつなげることも可能です。利用して、不透明度を表示させて、スライダー制御につなげてみましょう。これで線幅と不透明度が同じ値で変動するようになりました。異なるプロパティを連動させたい場合や、複数のレイヤーで同じ値を共有したい場合などは便利な機能となります。今回はスライダー制御とカラー制御の2つを紹介しましたが、
プロパティと連携して制御することができるエフェクトはいくつか種類があります。制御したいプロパティに合わせてどのエフェクトを使用するかを決めましょう。連携の解除方法も見ておきましょう。これらの連携はエクスプレッションで行われているので、プロパティのストップウォッチアイコンをオルトを押しながらクリックで解除することができます。今回ピックウィップを利用してこのようなローワーサードを作成してみました。これらはシェイプレイヤーの線で構成されています。ピックウィップでそれぞれ紐付けられているので、一つのパスを調整するだけで、すべてのレイヤーの長さを変更することができます。他にも塗るに、レイヤーのカラー情報を連携させているので、色の変更も容易になっています。あくまでも一例ですが、修正や変更を楽にするためや、複数のプロパティを同時に管理する必要があるときなど、ピックウィップを活用するのはいい選択肢になるかと思います。いかがだったでしょうか？今回はピックウィップについて紹介しました。使いどころは限られてきますが、覚えておくと役に立つケースがあると思います。主にプロパティの同一管理など、それぞれを連携させて作業効率をアップさせてみましょう。簡単ではありましたが、今回はここまでです。ではまたお会いしましょう。さようなら。